ふりかけが売れると治安が悪くなる。これがなんでなのかっていうと、ふりかけメーカーがなんかね、出荷額っていうのが2022年の9月から27ヶ月上昇してるらしいんですよ。27ヶ月前からふりかけの売り上げがずっと上がっているっていう。これがなんでなのかっていう話なんですけど、結局その27ヶ月上昇、ふりかけの売り上げが上がるっていうのと、実質賃金がほぼ30ヶ月ぐらい下がり続けてるんですよ。日本の。要は実質賃金が下がり続けてるっていうのは、同じ仕事をしてたとしても手元に残るお金がだんだん減っていくんですよね。物価が高くなるけど給料は変わらないので、物価が上がってって給料は変わらない。そうすると毎月使う支出を減らさなきゃいけないよねっていうので、おかずを買おうとしても買えなくて、結果としてふりかけでご飯を食べるという人たちがずっと増え続けている27ヶ月という話なんですよ、多分。人それぞれ27ヶ月前に突然ふりかけ大好きになった人っていうのもいるかもしれないんですけど、結果としては安くご飯を食べるというのでいくと、やっぱりふりかけって手軽だよねっていうので売り上げが上がっていると。もともとね、2000年の時に400億円だったやつが、なんかね、今年はふりかけ500億とかになるらしいんですよね。2024年は575億に達すると言われてるっていう。なのでね、ふりかけの売り上げが100億円ぐらい伸びてるんですよね。だからそれがそのふりかけにお金を使うということで、ふりかけ業界はすごい売り上げ上がってるんですけど、それはなんでそんなにみんなふりかけを買うかというと、結果として他のものを買って食べるというお金がないからふりかけで回ってしまったっていう。基本的にはふりかけって魚を乾燥させたものだったり、塩だったり、調味料だったりで、ビタミン的な栄養があんまりないんですよね。手軽だし、ご飯でも味としては食べやすくなるので、なのでお得だよねっていう。ご飯ですよだとまだね、海苔が入ってるので多少ビタミンはあると思うんですけど、でもふりかけに比べるとちょっと高いですよね、ご飯ですよ。はい。というわけで、ふりかけが売れてるので、皆さんもふりかけ食いたきゃ食えばいいんじゃないのって話なんですけど、実質賃金が下がってしまうと、ふりかけが売れるよねって話と、実質賃金が下がって人々が貧乏になると犯罪に手を染める人が増えるよねっていうので、なのでお金がない人が増えると犯罪率が上がるよね。で、お金がない時はふりかけが売れるよねという話で、因果関係としては、ふりかけが売れたから治安が悪くなるわけではないんですけど、結果としてはふりかけが売れてると治安が悪くなるは相関していくっていう、そういう話です。相関するもので、因果関係は別なんですけど、相関するものっていうのは世の中に結構あったりするんですよね。まあでも、ね、お米の値段も上がってるんですよね。米だけはなんとかなるけど、あとはふりかけでっていう感じの生活をする人も、ご飯自体が高いよねっていうので、結構大変っていうのがあるんですけど、僕でも自分でふりかけを買うことはあんまりないかな。ふりかけってご飯を食べるためにかけている人が多いと思うんですけど、栄養価があんまりないので、なので栄養価のないものにお金を払って買うという行為があまり意味がないと思ってるので、僕白米だけで食えるんですよ。おかずがないと白米が食べれないという人って結構いると思うんですけど、僕子供の頃からおかずはおかずだけ食べて、白米は白米だけ食べるっていう、そういう生活をしてたんですよね。なので別にふりかけがなくても全然白米で食えるので、ふりかけがないとご飯が食べれないよとかって多分ね、贅沢なんだと思うんですよね。例えばじゃあ48時間ぐらい何にも飯を食ってませんっていう人の前に白米を置きました。白米を置いた時におかずがないと食べれないよとか、ふりかけがないと食べれないよっていう人っていないと思うんですよ。もうお腹が空いてて目の前にご飯があったらそりゃ食うよねって話だと思うので、別になんかご飯食えばよくねっていうふうに思うんですけど、あとあんまり僕濃い味が好きじゃないので、寿司とか刺身も醤油はあまりつけないっていう。寿司は醤油つけないんですけど、刺身はなんか刺身によっては醤油をつけた方が味の広がりがあるタイプもあったりするので、刺身は醤油つけることありますけど、ただ豆腐も醤油かけないし、調味料を使わない食べ方をするんですよ。基本的には現代の人たちって成人病になるのは塩分取りすぎっていうのがあったりするので、パスタを茹でる時にも僕は塩は使わないとかだったりするので、あんまり塩を食べないような感じで暮らしてたりします。はい。僕納豆は普通に醤油入れますね。納豆って塩でもいいんですけど、塩か醤油入れないと美味しいと思わないですよね。塩だか醤油だかを入れて納豆を食べるとそれなりに美味しいと思うんですけど、味のつけてない納豆を食べた時に微妙な食感とぐにゃっという感じで味がそんなにないっていう。なので納豆はあれは醤油塩的なものをつけないと食えないですね。納豆そのもので美味しいって食うって人ってあんまりちょっと僕の中でイメージはないですね。そうそう。たまに白米味がないっていう人いるんですよね。外国人が言うなら仕方ないなとは思うんですけど、味がないんだったらじゃあお前なんで食ってんのって話で、米そのものにきちんと
味があって、子供の頃に実験したことがあるんですけど、米は基本的にはでんぷんでできてるんですけど、でんぷんって唾液で分解されるんですよ。なので、口の中で一切飲み込まないでずっとほっとくと、だんだん唾液が出て、だんだんお米が減っていくんですよ、ご飯が。口の中にずっとこうお米入れとくだけでだんだん分解されるんですけど、でんぷんが分解されるときに糖に変換されるので、なので甘みを感じるっていうのがあって、そもそもちゃんとこう噛んで唾液と一緒に食べてる人はお米というのに甘みを感じる構造になってるんですよ。唾液の成分アミラーゼという酵素なんですけど、食べ方が悪いのかもしれないですね。白米の味がわからないということは、唾液でちゃんと分解して、米の甘みというのを感じるという食べ方をしなくて、多分そのまま噛みもせずに飲み込むみたいな食い方をしてると、多分米の味は一切わからないと思うので、丸飲みしてる人が多分米の味がわからないって言ってるパターンなのかなと思うんですけど。魚の骨が喉に刺さった時はお米を丸飲みするといいぞみたいなこと言われるんですけど、口かみ酒もそれですね。昔の日本のお酒の作り方として、ご飯を口に入れて、くっちゃくちゃ噛んで、ペッて壺に入れて、その壺に入れたものが、糖がだんだん発酵していって、結果としてアルコールが発生して、日本酒のようなものになるっていう、そういう作り方もあるんですけど、君の名はっていうね、アニメでそれが出てきて、切ったねとかですけど、こういう作り方ってね、世界中でしてて、ネイティブアメリカンの人たちも、トウモロコシをずっと口に噛んで、で、それをこうペッて入って壺に入れて作るっていうので、ネイティブアメリカンの方は確かおばあちゃんがやるのかな。巫女的なおばあちゃんがトウモロコシを噛んでペッて壺に入れて、それを飲むみたいな、そういう作り方もあったりして、雑菌がね、いなくなるんですよ。基本的にはアルコール耐性のある雑菌っていうのがたまにいるんですけど、糖分がそこら辺の空気中にある麹的なものとかで発酵されてアルコールができると。アルコール殺菌って言われるように、アルコールってほとんどの殺菌を殺してしまうんですよね。なので、発酵してアルコールが生まれると、そこで唾液とかに含まれる雑菌というのをほとんど殺してしまうんですよ。なので、他人の唾液は雑菌が入ってきたないよねってなるんですけど、ちゃんとアルコール発酵までいくと雑菌が殺されてしまうので、結果として雑菌の少ない液体になるんですよね。で、最終的に酵母って糖をどんどんアルコールに変えていくんですけど、アルコールに変えすぎてしまって、結果的にそのアルコールで自分が死んでしまうっていうので、酵母も全滅するんですよね、最終的には。はい。なので、一生懸命頑張った末に死ぬっていう、ちょっと酵母かわいそうっていう。口はみ酒で今日本酒を作ってるメーカーはないです。一応でもそれで作ったら違法になるのかなとしたら違法にならないかもしれないけど、どうなんだろう。すごくしょうもない汚い話をしてますけど。白いトレーナーどこのだろう。これは普通にユニクロの T シャツです。どこにでもあるユニクロのどこにでもある白いシャツです。日本中でね、多分数百万人同じもの着てると思います。ユニクロのシャツって多分2、3000万人着てるよね。昔中国って人民服っていうのがあって、中国の人たちってみんなこの服着てるよねっていう時代があったんですけど、多分ね、今のユニクロはそれぐらい日本人着てるんじゃないかなと思うんですよね。いやー、結局でもユニクロで良くないってなっちゃうんですよね。服のブランドの作り方としてルイ・ヴィトンがいいよねとか、自慢するために買う服っていうのはそれはそれでいいと思うんですよ。ナイキがいいよねとか、シャネルがいいよねとか。じゃあロゴもない状態で単純に安い、着心地がいい、破れないとかっていうスペックで買おうとすると、ユニクロにね、勝てるスペックで作れる衣料品メーカーは多分そんなないんじゃないかなと思うんですよね。質実剛健なスペックのものを作るってなると、量を作らなきゃいけないと思うんですよね。ユニクロの T シャツって多分1ラインで500万とか1000万とか作って、それをこう世界中に売るってなるので、そうするとやっぱデザインコストとか縫製の工場のラインの整備コストとかになっちゃうと、やっぱりユニクロにはもう勝てないと思うんですよね。作ってる枚数で考えると、やっぱギャップも勝てないので、この業界というか医療業界に関していくと、安かろう悪かろうっていうザラだったりギャップだったりというモデルと、ハイブランドであるルイ・ヴィトンです、シャネルです、ナイキですみたいなところと、でその間のハイスペックなんだけど安いっていうロゴとしてのブランド価値はないっていうところでいくと、ここのね分野を取ってるのがユニクロだけなんですよ。ザラとかギャップは安かろう悪かろうでワンシーズンでもう着れなくなるよねなんですけど、安いけどハイスペックっていう分野というのが結構ねユニクロが強くて、島村はねまだそこまでスペックがくっついてなくて、安かろう悪かろうのままなんじゃないかなと思います。島村って日本の中でしか売れてないんですよね。でユニクロって海外含めて世界中で割と先進国で売ってるので、売れる数量がとんでもない量なんですよね。ワークマンはね近い。
ワークマンは近いんですけど、ワークマンはただ一般医療はやらないんですよ。労働者用の医療っていう形で、ニッチのところで日本のシェアを取っているっていう形で、なので一般の方まで行っちゃうと、結局やっぱり売れてる量で世界で売れてるユニクロにはワークマンは勝てないと思うんですよね。ユニクロですら高いっていうのがね、言われる時代なので、H&M もそうですね。ユニクロの下の安かろう分野で戦ってる感じですよね。いやー、その燃えない服というのを最近出したんですけど、一番高いパーカーで7万円ぐらいのやつ、なんかそれがね、思ったよりも結構売れてしまっていて、半袖 T シャツぐらいしかもう残ってないのかな。再生産をしたいんですけど、なかなか作ってくれる工場がなくてですね、大変っていう、はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。